どうも、シンディです。怒涛の伏線ラッシュを見せる呪術廻戦。前回に引き続き、五条虎杖サイドの謎伏線を紹介したいと思います。もしまだ前編の動画をご覧になっていない場合は、時系列にまとめてありますので、先にそちらのご視聴をお勧めします。まだ未回収の伏線となっておりますので、皆さんも一緒に考察してみてください。このチャンネルでは最新話までのネタバレを大いに含みますので、アニメ単行本派の方はブラウザバックか静かに動画を閉じることをお勧めします。では早速行ってみましょう。宿儺の指最後の一本。222話で浦梅が宿儺に指を4本献上しています。そして最後の1本がどうしても発見できなかったと報告しました。そこで宿儺は、最後の1本は五条悟が持っていると告げます。おそらくと付け加えているところが意味深ですが、宿儺の推察には頷けます。しかし宿儺が完全体にならないまま、物語から退場とは思えませんので、どこかの段階で最後の1本も取り込むはずです。もし五条が1本隠し持っているのであれば、宿儺が伏黒に移動した現段階であれば、虎杖に食べさせ、強化するために有効利用すれば良いのでしょうが、1本分の虎杖であれば宿儺にとっては脅威にもならず、最後の1本のありかが分かってしまうというリスクしかありません。実は最悪のケースを妄想しており、この最後の1本、五条が自分の体の中に隠し持っているのではと考えています。無加減ジュースの不可侵バリアを宿儺の指に覆って飲み込み、体に吸収されない状態で五条の体内で隠し持っているのではと思っています。この方法であれば五条の呪力によって呪霊も寄りつかず、指を奪おうとしても宿儺以外では五条から奪い取るのは不可能なので、最も安全な場所と言えます。そしてこれまた最悪のケースを妄想しますが、五条対宿儺戦で五条の体を貫く攻撃で幕を下ろすのではと考えています。そして20本の指が揃う。毎週ドキドキしています。七海と伊野。五条悟が復活を果たし、決戦までの約1ヶ月間のエピソードが222話では書かれました。五条、家入、伊地知の3人で医療室のような部屋で話をしていると、伊野が七海の件で五条に話をしたいと部屋に入ってきます。神妙な面持ちの伊野。渋谷事変で呪詛師によって高齢された伏黒当時によって命を奪われかけました。額の傷、片目という描写から普段からは想像がつかないほどのシリアスさを感じられます。七海の件で話がという伏線ですが未だに不明となっています。伊野の術式は来訪随従と言われる4種の霊獣を自分に高齢し戦うものです。もしかすると先の高齢呪詛師との対決で視線をくぐり抜けたことで高齢術師として覚醒し霊獣以外も扱えるようになり、七海や七海の術式を高齢できるようになったのかもしれません。そこで後輩のお手本のような伊野は五条に使用の許可を得に来た可能性もあります。もしくは七海が生前に残した言葉をただ伝えに来ただけかもしれません。あまり強い術師ではないため、最終決戦で活躍を見せられるかはわかりませんが、退場してしまった七海を誰よりも尊敬していた描写がいくつもあるので、感動演出の立役者になってほしいと思っています。それにしても本当に礼儀正しい後輩くんですね。目上の人に話しかけるのでしっかりニット帽を脱ぐという細かい描写がエゴイストだらけの呪術師の中にあって常識人を匂わせています。虎杖の術式。第222話で待望の虎杖の術式を匂わせる描写がありました。道場のようなところで草壁と虎杖が特訓をしています。なんだかおかしな状況になっています。草壁と虎杖の体が入れ替わっているのです。魂が入れ替わっていると言い換えても良いかもしれません。巷ではこれが虎杖の新術式と噂されています。同じ場所にはメイメイとウイウイの姿もあります。
新術式かどうかはわかりませんが、新影流の特訓であることは間違いありません。226話にて、五条の新影流単位領域を見て、虎杖が、五条先生できないって言ったじゃん、と言った後、草壁が教えられないって言ったんだと返していました。これは決戦までに虎杖が単位領域を習得したいと思い五条に相談をし、五条が草壁を進めたという流れなのでしょう。そしてこの魂の入れ替わりについては様々な解釈ができます。新影流秘伝の可能性、ういういの拡張術式の可能性、虎杖の新術式の可能性。これは非常に難しいのですが、満を持しての虎杖の術式がこの場面でお披露目なのはやや解せないため、新影流の秘伝か、ういういの拡張術式だと思っています。乙骨と犬巻。同じく222話で書かれた乙骨と犬巻のシーン。犬巻はおにぎりの具しか言わないため、いい感じの伏線具合を出しています。そして乙骨だ、ありがとう、使わせてもらうよ、と何か匂わせています。話の流れ的には犬巻の腕について語っているので、犬巻の腕を理科に垂れさせ、乙骨の術式、コピーですでに使える呪言の力を強化したと考えるのが妥当ですが、わざわざ描くかなと疑問に思います。呪言には起死回生の一手となる秘密がまだあるのかもしれません。もしくは伏黒を救出するための切り札としての描写なのかもしれません。主戦力。222話で賢弱が全員巻き、乙骨雄太、計金次の3名を主戦力と挙げています。この3名は賢弱の中でも突起戦力として扱われているのでしょう。裏を返せばそれ以外は戦力としてあまり重要視されていないということですが、カシモは賢弱も知らないであろう一発それっきりの術式がありますし、虎杖は主人公補正はもちろんのこと、新たな力を手にしている可能性があります。高場も目に見える戦闘描写は難しいかもですが、高場の未知数ポテンシャルが戦闘に影響する可能性は大いにあると見ています。ういういの術式。頂上決戦がゆえ、戦況がどのようになるのかわからない現在、観戦チームはメイメイの術式を通して少し離れたところで観戦していると思われます。しかし、五条悟の勝敗がどちらに転んでも、主戦力や虎杖、カシモは五条対宿儺の戦場にすぐに駆けつけるはずですから、移動に時間をかけてはいられません。そこで重要な役割を担うのがういういの術式でしょう。ういういの術式に触れた描写は、単行本15巻と21巻、そして211話、渋谷事変でメイメイが偽下等と対峙した後、同日にクアラルンプールに2人でワープしていて、それがウイウイの術式と明かされています。そして21巻や211話で明かされているのが死滅回遊のコロニー連絡役。結界を素通りできるマキとウイウイが組んで、連絡を円滑にできるというものです。コロニーは全国10カ所もあり、交通手段を用いていたら時間がかかりすぎるため、ワープのような方法でなければ、即時の連絡手段にはなりません。おそらく何かしらの縛りはあるでしょうが、ウイウイの術式は瞬間移動のようなワープだと思われます。勝敗がどう転ぶかわからず、間髪入れずに状況対処をしないといけないこの場面で、離れたところで皆が観戦できるのも、ウイウイの術式があってこそでしょう。ただ気になるのは賢弱はメイメイとウイウイコンビと一度対戦しており、術式でワープできることを知っているということです。主戦力が五条宿儺戦に駆けつける場合、他の術師たちが観戦場所に残ることも十分に計算していると思うのです。怖いですね。おまけ、はかりの絆創膏。ジャンプ28号225話で、五条対宿儺戦を観戦中の術師たち。この頃はもっぱら解説役を担っています。
その中ではかりが絆創膏を貼り少し怪我を負った状態が描かれます。背景には痛たとも書かれているため軽めの負傷が見受けられます。これはカシモによってつけられた傷と見てよいでしょう。同225話ではカシモがイラついている描写がなされ、その後の227話では今度こそ俺が出る、邪魔するなよと話しかけた時、はかりが冷や汗を出しているところを見ると、スクナと戦わせるという約束があるにもかかわらず、五条悟が戦うという流れになったため、カシモが戦いに行こうとしたのも褒めたと思われます。はかりの絆創膏は225話にしか登場していないため、細かいけれど小ネタ程度の伏線回収ですね。とはいえ、仮に五条悟が負けた場合、次戦はカシモがいの一番で飛び出していくのだと思われます。いかがでしたでしょうか。最近までの五条虎杖サイドの気になる謎伏線を集めてみました。前編にもえりすぐりの伏線を集めておりますので、お暇な時に動画をご視聴ください。本誌最新話ではマコラの適用の伏線や五条のパンチの秘密など伏線が登場したらすぐに回収されるという状況なので、これらまだ未回収の伏線も近々回収されるのではと思っています。いつどうやって伏線が紐づくかを楽しみにしながら、皆さんも様々な予想や妄想、考察を行ってください。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価、コメントなどいただけましたら嬉しいです。どうぞ応援してください。シンディでした。